皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回は日本のアイスクリームについてお話ししていこうと思います。アイスクリームは世界中どこでも売っていて、もうみんな大好きなそんな商品かなと思います。で、特に暑い夏は毎日でも食べたくなりますよね。アイスクリームは旅行や日常のちょっとした楽しみにぴったりで、一度は食べてみてほしいと思う日本のアイスクリームがたくさんあります。このポッドキャストは音声だけなので、直接商品をお見せすることはできませんが、YouTube では写真もたくさん載せて今回は動画を作っているので、どんなアイスクリームか見てみたいという方は、ぜひ YouTube で動画をチェックしてもらえたらなって思います。まだまだ暑い日が続いているので、日本に住んでいる方や日本に旅行に来る予定の方は、今回紹介するアイスをぜひ試してみてほしいです。日本に来る予定のない方は、このエピソードを聞いて少しでも涼しさを感じてもらえたらなと思いますし、いつか日本に来てみたいっていう方は、ぜひね、その時のために今回のエピソードを見て覚えておいてもらえたらなって思います。で、アイスクリームはやっぱり毎日食べたり、毎週食べたり、頻繁に食べるのは良くないですよね。食べ過ぎるのは良くないかと思いますが、やっぱり日本は今夏でとっても暑いので、本当に毎日でも食べたくなります。で、私もできるだけ頻繁に多くは食べないようにしているんですが、先月ぐらいに久しぶりにアイスを食べて、めっちゃうまいねんけど待ってってなったので、今回このアイスクリームのエピソードを作ろうと決めました。で、日本のアイスクリーム、日本でも世界でもだと思うんですけど、大きく2つのタイプに分けられると思います。正確に言うと1つなんですけど、分かりやすいように分けて区別すると、1つが冷凍タイプのアイスクリーム。皆さんがコンビニだったりスーパーだったり、基本的にどこでも買えるような冷凍のアイスクリーム。これが一つと、もう一つはソフトクリームというアイスクリームです。ソフトクリームはコーンやカップにくるくると盛られた口どけが柔らかいふわっとした食感が特徴です。これは観光地だったりサービスエリアだったり牛乳を作っている牧場だったり、そういったところでよく売られています。で、ソフトクリームはどちらかというと、その土地限定のものとか、そのソフトクリームを売っている1店舗でしか買えないっていう特徴があるので、もうちょっとレアなものかなと思います。日常的にどこでも全国すべてで同じソフトクリームが買えるっていうのはあまりないかなと思います。なので今回は皆さんが日本のどこに行っても買える冷凍タイプのアイスクリームを中心にご紹介していこうと思います。そして日本での人気のアイスクリームを5つ紹介して、その後にそれ以外の私の好きなぜひ試してみてほしいアイスクリームを紹介していこうかなと思います。ではまずは日本で人気のアイスクリームを5つご紹介します。これはアイスクリームプレスというところから、データを引っ張ってきたものになるんですが、2024年の4月から2025年の3月の間の統計になります。その期間のアイスクリームの売上のデータです。で、日本で一番人気のアイスクリーム、一番売れているアイスクリーム、それはエッセルスーパーカップです。これはね、なんかどっちかというと、子供とか若い方に人気がある気がするんですが、どうですかね。私は10代の頃とか学生の頃にもうめちゃめちゃ食べてました。で、私は特にチョコレートが大好きで、もうチョコレートだけあったらこの世のお菓子界は成立するって思うぐらいチョコレートが大好きなんですけど、
なのでこのスーパーカップも 95% ぐらいはチョコレートの、やつを買って食べてました。で、皆さんこれどうですかね？聞いたことありますか？または見たことありますか？これはどちらかというと、めちゃめちゃ濃厚っていうよりかは、もう少しさっぱりとした軽く食べられるアイスクリームかなと思います。では次2つ目がジャンボモナカです。これも日本ではもう本当に有名なものかなと思います。モナカの中に真ん中に板チョコが入っていて、その周りをバニラのアイスクリームが囲んでいるアイスになるんですけど、私は最近これめっちゃ食べます。アイスを買うならジャンボモナカはいつも選択肢に入ってきています。それぐらい私も大好きなんですけど、日本人みんな大好きみたいです。このデータから見るに。この中に入っているチョコレートなんですけど、それがめちゃめちゃパリパリで、もうすっごく美味しいです。チョコレートの厚さも絶妙で、多すぎず少なすぎず完璧だと思います。皆さんにももう絶対に食べてみてほしい。そんなアイスクリームです。では次はパピコです。パピコはなんか2つつながっていて、それをパキッと割って1つずつ食べる商品なんですが、これもね、学生の時私はよく食べていました。味がいくつかあるんですが、私はコーヒー風味の味をよく食べていました。2つついているので、友達とシェアして食べるということが多かったです。またはそんなにたくさんアイスを食べたい気分ではないけど、なんかちょっとさっぱりとしたアイス欲しいなっていう時は、パピコのアイスを買って誰かとシェアするっていうのを私はよくしていました。だし日本人はそうやってね、誰かとシェアしながら、ちょっと思い出を分けながらアイスを食べるっていう方も多いんじゃないかなと思います。これはバニラが濃厚とかそういうわけではないので、夏に食べてみてほしい、夏におすすめのアイスクリームです。あと、その容器がビニールで手に持ってそのアイスを吸いながら食べるタイプなんですけど、手がめちゃめちゃ冷たくなります。もう手が凍ってしまうんじゃないかってぐらい冷たくなるんで、夏におすすめです。冬のパピコもいいけど、手が冷たすぎてちょっと食べれないっていう感じになってしまうので、ぜひね、夏の暑い時に食べてみてほしいです。次がパルムというアイスです。パルムも種類がいくつかあるんですが、多分定番はバニラアイスをチョコレートでコーティングしたものだと思います。で、これもね、マジで考えた人本当に天才だと思います。私は、さっき話した最近アイスクリームを食べてうますぎってなったのがこのパルムです。パルムを久しぶりに食べて、待って、パルムやばいねんけど、こんな美味しかったっけってぐらい、本当に感動して、そのぐらい本当に大好きです。パルムは、バニラがものすごい濃厚です。で、上にコーティングされたチョコレートも、もう絶妙なんですよね。口の中で溶けていく、美味しさ。一度食べたら忘れられないっていうのがこのパルムだと思います。そのぐらい美味しいので、皆さんもぜひぜひ食べてみてほしいです。次、第5位がピノです。このピノというアイスも期間限定の味があったり、いろいろ味があるんですが、基本的にはバニラをチョコレートでコーティングしたものです。で、これはね、基本のやつは1つの箱に6個だけ、6粒だけアイスが入っています。で、このアイスも一口サイズなので、ちょっと何か甘いものが欲しいっていう時にぴったりです。その食べる量が少ないので、アイス食べたら太るな、アイス食べたら不健康になるな、アイス食べてまた明日ニキビできたらどうしようって悩んでる方もいるかもしれませんが、そんな方にもおすすめしたいのがこのピノです。ピノだったら本当に罪悪感なく食べられます。だけど、ちょっとだけ甘くて美味しいものが食べられるっていう、もう最高の一品だなって思います。
で、ピノの普通の形は丸いなんか台形みたいな形なんですけど、めちゃめちゃたまにハートの形だったり星の形をしたピノが入っています。本当にランダムなんですけど、それが出たらめっちゃラッキーです。それが出たからもう一個アイスがもらえるとか何か特別なメリットはないんですが、それが出ると本当に本当にレアなのでちょっと気分が上がるかなと思います。私も人生で多分2、3回だけそういう違う形が出たことがあります。なんかね、その形を見ると、ああ、もう今日は絶対にいい一日になるって思えるぐらいめちゃめちゃレアで、日本人なら誰でも喜ぶかなと思うぐらいのものなので、皆さんもね、もしピノを食べる機会があったら、そのピノの形にも注目してみてほしいです。で、ピノが最近発売した味で、ピスタチオという味があります。で、このピスタチオのピノ、私も食べてみました。本当に最近発売されたものなんですけど、めっちゃ美味しかったです。もし今日本に住んでいるって方は、ぜひピスタチオのアイスを食べてみてほしいです。これはコンビニに行けば買えるみたいです。その他もバーってデータはあるんですけど、こんな感じで1位から5位まで人気のアイスを紹介してみました。皆さんどれか食べてみたいものありましたか？もう正直本当にここにあるもの全部食べてみてほしいです。もうめっちゃくちゃ美味しいので、ぜひ全部食べてみてほしいです。では次なんですが、私のおすすめしたいアイスを5つご紹介したいと思います。さっきの紹介したスーパーカップ、ジャンボモナカ、パピコ、パルム、フィノ、これ全部大好きなんですけど、その他にもね、これも食べてみてっていうのがあるので、それをご紹介していこうと思います。で、まず1つ目は雪見大福です。このアイスはね、見たことある方が多いかなと思います。いろんな方が日本に旅行に来てリールを撮ってね、なんかめっちゃバズってる動画とか見たことあるので、皆さんも一度は見たことあるかなと思います。で、この雪見大福というアイスは薄い餅で中のバニラのアイスとか中のチョコのアイスがコーティングされています。基本はバニラなんですが、チョコレートの雪見大福だったり、あとは期間限定でいろんな違う味も出ているかなと思います。で、これはお餅のアイスクリームが好きっていう方はもう絶対に 100%、120% 好きだと思います。なので、雪見大福はぜひ食べてみてほしいです。で、これ私だけかわかんないですけど、雪見大福は冬に食べたくなります。夏にももちろん食べたいんですけど、私は特に冬にうわ寒いとか言いながら、なんかダウンジャケットとか着ながらこのアイスを食べたいです。もちろんいつ食べても美味しいんですけど、私は特にね、なんかもうもはや雪降ってるぐらいの寒い時にこのアイスを食べたくなります。では次のおすすめのアイスはやわ餅というアイスです。これもまた餅になるんですが、これは本当に実際に小さい餅がアイスの中に入っています。で、私の好きなフレーバーは小豆のものなんですが、このやわ餅は抹茶の味もあります。私は正直抹茶があまり好きではないので、抹茶フレーバーを食べたことはないんですが、抹茶が好きな方はぜひぜひこのやわ餅の抹茶の味を食べてみてほしいです。小豆っていうのは日本の古くからある和菓子の一部なので、ちょっと日本っぽい風味もあって、餅も食べて、でも中のバニラのアイスともう相性が良すぎてめちゃめちゃ美味しい。そんな一品です。で、やわ餅はなんか他のアイスと比べてどこでも絶対に売ってるアイスっていう感じではない気がします。もちろんコンビニだったりスーパーにどこでも売ってるんですが、そのお店によって取り扱ってたりなかったりするかなと思うので、見つけたらね、ぜひ一回買ってみてほしいです。では次のおすすめはアイスの実です。
アイスの実は先ほど紹介してきた他のアイスとは違ってフルーツのアイスです。先ほどまでのはチョコレートとかバニラとかそれが基本だったんですが、これはフルーツが中心です。で、いろんな味があります。グレープだったり、桃、ピーチとか、あとはシャインマスカットとか、マンゴーとかそういう系のいろんな味があると思います。私がよく食べるのはグレープの、フレーバーです。で、これは小さい本当に丸いボールみたいな形をしていて、一口でパクッと食べられるようなアイスです。ただなんかシャーベット状のアイスみたいな感じではなくて、本当にフルーツジュースをそのまま凍らせたようなフルーツの味がとっても濃くてめちゃめちゃ美味しいです。このボール状になっているからかはわかんないですが、食べた時の食感もすごく新鮮でした。初めて食べてみた時は。なのでね、皆さんにもこの感覚、この食感を一度味わってみてほしいです。私がおすすめするのはグレープか、あとは桃のピーチのフレーバーです。もちろん皆さんも好き嫌いフルーツによってね、あると思いますが、何でもいいっていう方はピーチをおすすめします。では次のアイスはジャイアントコーンというアイスです。このアイスはコーン型になったアイスで、チョコレートとかバニラとか3種類ぐらい基本フレーバーがあります。これもね、私はもう大好きで結構頻繁に食べます。私の基本的なそのアイスどれ買うかっていうのはジャンボモナカかピノか、あとはジャイアントコーン、この3つをよく買います。アイスを食べ過ぎないようにしてるって言ったので、これを毎日食べているわけではないんですけど、ちょっと旅行に行った時、夏暑いな、今日ぐらいアイス食べようかなみたいな時はジャンボとピノとジャイアントコーン、この3つを本当に、よく食べます。ジャイアントコーンは上にアイスがついていて、下がコーンなので結構なんか食感パリパリ感サクサク感そういったものもあってめちゃめちゃ美味しいです。味がいくつかあるので皆さんのお気に入りが見つかるかなと思うので、見つけたらぜひ一度食べてみてほしいです。では次のアイスはモーというアイスです。これの特徴はそのバニラがめっちゃめちゃ濃厚です。全国どこにでも売っていて、そんなにそこまで高くなくて、この濃厚さが味わえるっていうのはもう本当にすごい私も大好きなところです。ミルクの濃厚さが欲しいっていう方は、このもうぜひ食べてみてほしいです。今回は日本のアイスクリームについてお話ししてみました。皆さんどうでしたか？知っていた、聞いたことがあった、見たことがあったアイスクリームはありましたか？または皆さんのお気に入りがこの中にありましたか？今回紹介したものは本当に日本人なら誰でも絶対1回は食べたことのあるアイスクリームばっかりだったかなと思います。これらは日本全国コンビニスーパーマーケットどこでも買えるので、見つけたらね、ぜひ一度試してみてほしいアイスクリームたちです。各アイスクリーム期間限定でなんかフルーツ系の味だったり、夏はマンゴーとかそういうフレッシュなフルーツの味が多かったり、秋はさつまいもとか栗の芋系のフレーバーとか、冬はチョコレート系が多かったり、本当に期間限定でいろんなアイスが新しいものが出たりしているので、日本に住んでいる方はね、いろんなアイスを試してみてほしいなと思います。日本にはやっぱり、他の国では買えないようなアイスがたくさんあるので、日本に来たらね、ぜひ日本のアイスを試してみてほしいです。もちろんハーゲンダッツとか世界どこでもあるようなものもあるんですが、日本独特のオリジナルのアイスが数えきれないぐらい、一生かけても食べられないんじゃないかってぐらいたくさんあるのでね、皆さんもぜひ食べてみてほしいなって思います。チョコレート系とか甘いのもあるし、さっぱりとしたフルーツ系もあるのでね、皆さんのお気に入りが一つはあるかなと思います。
また皆さんもね、日本に来て日本に住んでいて食べてみたことがあるアイス、皆さんの好きなアイスがありましたらぜひコメント欄で教えてもらえたらなって思います。日本は本当にまだまだ暑いですが、アイスクリームを食べてこの暑い夏を乗り切れたらなって思います。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。